2024年9月、ポーランド、ワルシャワ近郊の小さな町で、一通の遺書が発見された。書いたのは、17歳の少年だった。遺書には、ある名前が書かれていた。いや、正確には、名前、ではない。オンライン上のハンドルネームが、いくつも並んでいた。その後の捜査で、驚くべき事実が明らかになる。少年を死へと追い込んだのは、偶然の出来事ではなかった。オンラインゲームコミュニティに集まった47人が、組織的かつ計画的に、一人の少年を標的にしていたのだ。嫌がらせは数週間にわたって続いた。ゲーム内での孤立、チャット上での集中攻撃、そして少年の個人情報が外部にさらされた。警察は動いた。しかし、ここで不可解なことが起きる。47人のうち、実際に事情聴取を受けたのは16人だけだった。残りの31人は、なぜか捜査の対象から外れていた。そして2026年に入り、ある文書が流出した。コミュニティの運営者と警察との間で交わされた非公開合意の内容だった。その文書が公になった瞬間、ポーランド国内で再捜査を求める声が一気に高まった。なぜ31人は守られたのか、誰が、何のために、この合意を結んだのか、すべての始まりを理解するために、まず少年が生きていた日常へと戻る必要がある。彼の名前は、マテウス。ポーランド北部の小さな町に住む、17歳の少年だった。朝、目が覚めると、まず窓の外を見る。それが彼の習慣だった。曇り空でも、雨の日でも、空を確認してから一日が始まる。そんな子だったと、母親は後に語っている。学校では目立つ体育ではなかった。成績は中くらい、部活にも入っていない。ただ、オンラインゲームだけは、人一倍情熱を持っていた。彼が夢中になっていたのは、ポーランド国内で人気の高いサバイバル系ゲームだった。そのコミュニティに参加したのは、16歳の秋のことだ。最初は純粋に、仲間を求めていた。リアルでは話せないことも、画面の向こうでなら話せる。そう思っていたのだろう。コミュニティには数百人のメンバーがいた。チャット欄は毎晩賑わい、声通話で深夜まで語り合う文化があった。マテウスも、その輪に入ろうとしていた。ゲームの腕前は、決して悪くなかった。むしろ上手い方だった。それが、最初のきっかけになったとも言われている。誰かが彼をターゲットにしたのは、ある特定の試合がきっかけだったとされる。何気ない一戦が、取り返しのつかない流れを生んだ。事件が起きた朝も、彼はいつも通り窓の外を見た。空は薄曇りだった。その日が、最後の朝になるとは、誰も知らなかった。次のパートでは、コミュニティ内で何が起き始めたのか、その夜の出来事に迫る。その夜、コミュニティの中で何かが動き始めた。最初は、一つのメッセージだった。短い文章だった。しかし、その一文が引き金になった。お前は下手じゃないのか。そんな煽りから始まったとされている。試合の結果をめぐる言い合いだった。最初は些細なことだった。よくある口論だった。しかし、止まらなかった。グループチャットに、彼の画面録画が貼り付けられた。プレイの失敗シーンだけを切り取ったものだった。誰かが笑いを誘うコメントをつけた。他のものが乗っかった。また別のものが乗っかった。雪崩のように広がっていった。その日を境に、攻撃は組織的になっていった。毎日、複数のアカウントから彼にメッセージが届いた。ゲーム内でも追い回された。わざと同じマッチに入り、邪魔をする者もいた。コミュニティ内の投票機能を使って、彼を最悪のプレイヤーに選ぶ企画まで立ち上げられた。17歳の少年には、逃げ場がなかった。オフラインでも、彼の日常は静かに崩れていった。学校でスマートフォンを手放せなくなった。食欲が落ちた。夜、眠れなくなった。それでも、誰にも言えなかった。彼が最後にログインした記録は、翌朝の午前3時17分だった。その日の朝、彼の母親が異変に気づいた。部屋の扉を開けた。返事がなかった。そこで発見したのは、静かすぎる部屋だった。第一発見者である母親の証言は、後に捜査資料に記録された。息子の画面には、まだメッセージが届き続けていた。その言葉が、全てを物語っていた。47人が関わったとされるこの事件。しかし、なぜ捜査は止まったのか。次のパートでは、警察が動き始めた経緯と、その捜査の不自然な空白に迫る。警察が動き出したのは、
少年が発見されてから3日後のことだった。最初の動きは、地元の警察署からではなかった。被害者の母親が、息子のパソコンに残されたログを持参し、ワルシャワの刑事部門に直接駆け込んだことで、捜査が始まった。母親が提出したデータには、膨大なメッセージの履歴が含まれていた。ゲームコミュニティの内部チャット、音声通話の記録、そして少年を標的にした発言の数々。それらはすべて消去される前に自動的にバックアップされていた。警察は公式声明を発表した。組織的なオンラインハラスメントの疑いで捜査を開始した。しかし、その言葉とは裏腹に、現場の動きは鈍かった。捜査記録によれば、このコミュニティに関与していた人物は合計47名に上った。警察はそのうち16名のみを最初の聴取対象とした。残りの31名については、接触が困難という理由で、初動捜査のリストから外された。だが、接触が困難というのは本当だったのか。後に流出した内部文書には、コミュニティの運営者と警察側の担当者が、非公式な形で連絡を取り合っていた記録が含まれていた。日付は、公式捜査が始まる前日だった。最初の容疑者として名前が挙がったのは、コミュニティの管理者を務めていた19歳の男だった。しかし彼は、聴取の場で一つのアリバイを提示した。そのアリバイが、捜査の方向を大きく変えることになる。彼が提示したアリバイは、シンプルなものだった。問題の夜、彼は別の都市にいた。そう主張した。証拠として提出されたのは、宿泊施設の領収書と、友人2人の証言だった。捜査担当者は、その内容を48時間以内に確認したとされている。だが、確認の手順には疑問が残った。宿泊施設への問い合わせは、電話一本で済まされていた。現地への直接訪問は行われなかった。証言を提供した友人2人も、対面での聴取ではなく、書面による回答のみが記録されていた。それだけではない。後に流出した文書によれば、このアリバイの確認作業が完了した日付は、公式捜査の開始からわずか3日後だった。47名の参加者リストが整理される前のことだ。公式結論が発表されたのは、それから2週間後だった。発表の内容は簡潔だった。組織的な関与を示す証拠は確認されなかった。そして、19歳の管理者については、アリバイが成立している、とされた。会見に出席した担当者は、追加質問をほとんど受け付けなかった。遺族側の弁護士が提出していた31名への再聴取要請、それへの回答も、この発表の中に含まれていた。現時点では必要性を認めない、たった一項だった。だが、その結論を信じた者は少なかった。なぜなら、発表の翌日、ある人物が沈黙を破ったからだ。沈黙には、形がある。発表の翌朝、一通のメッセージがネット上に投稿された。差出人は名乗らなかった。しかし、その内容は関係者にしか知り得ない情報に満ちていた。あの夜、コミュニティの内部チャットには50件以上のメッセージが飛び交っていた。投稿にはそう書かれていた。警察が証拠として押収したログは、そのうちの17件だけだった。残りは、削除済み、として処理されていた。しかし、この人物は言った。私はその全てを保存していた。と、目撃者、と呼ぶべき存在が、ずっとそこにいた。彼あるいは彼女が明かしたのは、一つの名前だった。47名のリストには載っていない。正式な参加者でも、管理者でもない。それでいて、コミュニティの中で最も強い影響力を持っていたとされる人物。内部では、調整役、と呼ばれていたという。17歳の少年が最後にメッセージを送った相手。それがこの人物だったと、匿名の投稿者は主張した。警察はなぜこの名前を把握していなかったのか、あるいは、把握していながら公表しなかったのか。遺族側の弁護士はすぐに声明を出した。この情報が事実であれば、捜査の根幹が揺らぐ。ひとしきれは、静かに、しかし確実に広がっていた。そして今、もう一人の人物が表舞台に引きずり出されようとしている。その人物の名前が浮かんだのは、ある偶然からだった。被害者の少年が最後の夜に送ったメッセージ。その受信者として記録されていたアカウント。捜査当局がリストから外していた。その名前の一つ。彼は、コミュニティ内で、調整役、と呼ばれていた。直接的な暴言を書き込むことはなかった。しかし、
参加者たちへの指示は、この人物を経由していたと複数の証言が示している。匿名の内部告発者は語った。彼は画面の外にいた。でも、全員が彼の言葉を待っていた。少年への組織的な嫌がらせが始まったのは、2025年の春だった。最初は軽い中傷だった。それが数週間のうちに、計画的な排除へと変わっていった。その変化の転換点に、この人物がいた。被害者の少年は、ある夜、この人物に直接メッセージを送っていた。内容は短かった。もうやめてください。それだけだった。返信は、なかった。その沈黙が、少年にとって何を意味したのか、想像するだけで、言葉が詰まる。弁護士は言った。この人物が16人の未聴取者の中に含まれているならば、捜査は意図的に歪められた可能性がある。警察とコミュニティ運営側の非公開合意。その文書に、この名前が保護対象として記載されていたという情報が、今も確認されていない。しかし、流出した文書の断点には、ある番号が残っていた。被害者のアカウント ID と完全に一致する番号が、この符号が意味するものは何か、そして、47人のリストの中に、まだ語られていない確信がある。次に明かされるのは、事件の全体像を根底から覆すかもしれない。ある事実だ。その番号が、画面の中で静かに点滅していた。流出した文書の断点。そこに記されていた数字列は、被害者のアカウント ID と、一字一句、完全に一致していた。これは偶然だろうか。いや、偶然であるはずがない。コミュニティ運営側が警察と交わした非公開合意。その文書に、この番号が、保護対象、として明記されていたとすれば、何を意味するのか。被害者自身の識別番号が、なぜ保護すべき対象として扱われていたのか。ここで、ある仮説が浮かび上がる。47人のリストの中に、被害者と深く関わっていた人物がいた。その人物は、単なる加害者ではなかった可能性がある。組織的な嫌がらせを設計し、実行を指示し、そして証拠を隠蔽する立場にいた者。警察が積極的に捜査しなかった31人の中に、その人物が含まれていたとしたら、さらに衝撃的な事実がある。尋問を受けた16人の供述記録を精査すると、ある名前が繰り返し登場する。しかし、その名前の人物は、公式の参加者リストには存在しない。つまり、47人という数字そのものが、すでに操作されていた可能性がある。実際の参加者は、もっと多かったのかもしれない。あるいは、核心にいた人物だけが、最初から名簿の外に置かれていたのかもしれない。2026年現在、再捜査を求める声はポーランド国内で広がり続けている。しかし、合意文書の全文は、未だ公開されていない。真実に最も近い場所に、最も深い闇がある。では、この事件の結末は、どこへ向かうのか。次に明かされるのは、47人のリストが示す。最後の確信だ。2025年3月、ポーランド当局はこの事件を、正式に終結した、と発表した。起訴されたのは、47人のうち、わずか16人。残りの31人は、最終的に不起訴となった。公式の説明は、こうだ。証拠不十分。しかし、その言葉を信じた者は、ほとんどいなかった。非公開合意の内容が流出したのは、その2ヶ月後のことだ。文書には、コミュニティ運営側が捜査への協力と引き換えに、特定人物の名前を捜査対象から外すよう求めた記録が残っていた。警察側の署名欄には、空白があった。しかし、合意は実質的に履行されていた。名簿から消えた人物の中に、コミュニティの創設者がいたことが、後に別ルートで確認された。17歳の少年が最後に送ったメッセージは、今も削除されていない。誰も、本当のことを言ってくれなかった。その言葉が、この事件の全てを語っている。2026年現在、ポーランド国内の人権団体が独自調査を継続している。欧州議会でも、オンラインいじめと捜査の透明性を問う審議が始まった。だが、合意文書の完全版は、未だ封印されたままだ。47人という数字は、終わりではなかった。それは、問いの始まりだった。誰が守られ、誰が裁かれたのか、その答えは、まだ誰も持っていない。次に明かされるのは、この事件が残した記録の最後の断点。エピローグで、
すべての輪郭が浮かび上がる。その後、関係者たちは、今どこにいるのか。主犯格とされた3名は、起訴されたまま裁判を待っている。しかし判決の日程は、2026年現在もまだ確定していない。尋問を受けなかった16名の存在は、公式記録から静かに消えた。彼らの名前が表に出ることは、ついになかった。コミュニティの運営者は、非公開合意の締結後、別のゲームプラットフォームで活動を再開した。アカウントは変わったが、顔は同じだった。17歳の少年が最後にログインした日から1年以上が過ぎた。彼の親は今も合意文書の完全な開示を求めて訴え続けている。47という数字は裁かれなかった。ただ、記録の中に残された。誰かが沈黙を選ぶとき、別の誰かがその重さを一人で背負う。この事件が問うているのは、システムの失敗ではない。私たちが何を見て見ぬふりをするか、その選択そのものだ。画面の向こうに人がいる。それを忘れないでほしい。